言語道断ですね。美味しいと言っていただけることを、祈ってました。もう入った以上はやるしかないかなっていうのをずっと最初から決めてたことかな。言われなくなった時点でもう終わりなのかなと。まかないってやっぱりその自分をアピールする場でもあるので、完封でシェフ封じ込めたねとかって、僕も若い時それを目標にやってましたし、ジャッジラインとか美味しいは当たり前なんで、その次じゃないですかね。こだわりかな、彼らの中のお客様想定のシミュレーションだと思ってやってもらいたいかなと思ってますね。皮とサンクサンジャック焼き始めます。はい。ちょっと緊張します。よろしくお願いします。何年目で？今年で3年目になります。中調理専門学校を卒業した後にフランス留学を。ミシュラン。はい、一応三つ星で帰ってきて鍋の泉。これどこで撮られてるんですか？あ、横側なんですか？横側と正面で。すごい。普段のまかないで渡辺シェフに言われた厳しいことってありますか？自分が一番印象に残ってるのは鳥に謝れって怒られました1年目の頃に唐揚げを作ってちょっと時間のない時だったんですが、それでもしっかり作らなきゃいけないっていうのがあって鳥に謝れと怒られました。キャロットラペを一回作ったことがあって、本当作り方も何も分かってない状態で、作って案の定味が乗ってないとか。僕が言わないとねダメですし、鍋のイズムなんでね、僕がジャッジしますから、これは違うよっていつも言いますしね。変な話、貝原ユーザーチェックみたいな感じでもう瞬時で言いますし、僕は。渡辺シェフもよく言うんですけど、お金をいただけるような料理を出しなさいっていう基準がやっぱあるので、そこに持っていかなきゃいけないっていう緊張感を持ってやっています。いいんじゃないですかね。和洋中、エスニックも含めて、僕はフランス料理専門だから日本料理はちょっとっていうのはちょっとなしで、お客様が全ての味を
ご存知なんで、美味しいストライクゾーンに入るまでの味付けっていうのは覚えておくべきなんですよね。それを僕のまかないに求めてますね。はい、それやったらやるのまかない。まかない、はい。終わり次第仕掛けます。ネギ今早いんだよな、絶対。これソンフォアで仕上げに入れるネギだから。しらっと見られてましたけど、3時ですもんね今ね。提供が4時半じゃないですか。4時に入っても切っても早いんじゃないですかね。4時15分ぐらいに切ってぐらいでいいかもしれないですね。で多分それで味の違いが多分差が出るのは分かってましたし、あの場ですぐ言わないのがとりあえず言わないですね。メインの食材に合わせてタイチリでエビチリっぽくすると思うんで、その味に負けないような味付け、塩味とかを意識してやる予定です。もともとキッチンに入りたくて、高校2年生の時から研修アルバイトをさせていただいてまして、最初ちょっとキッチンの人数の兼ね合いもありまして、サービスの方で1年やってみないかっていうお話をいただきました。じゃあ待望待ちに待ったっていう。もっと自然な感じでいいな。裂くようなさ、裂くような感じで、はい。きのこってやっぱ裂いた方が香りが出るんだよね。裂いちゃっていいですか？もうだからそんなバサンで切らないで、例えばここを取ってこう裂いてあげるとか。かしこまりましょう。これはまだ言葉に入れて綺麗に。だからもうなんか何言われてもいいような。かしましょう。何言われてもいいような。かしましょう。料理長という立場なので、全体を見るというところですね。渡辺シェフとの港のつなぎ役というか、そういう部分もありますし。早くきっちりやる。こっちを下にするなっちゅうの。シュはい。急ぐけどちゃんとやる。すみません。きっちりやる。はい。急ぎながらきっちりやる。はい。
営業の時というのは、もちろんお客様のお料理を作っているので、やっぱりそれとまかないっていうのは、彼らの、修行っていうか何ですかね、トレーニングの場でもあるので、やはり全てをこうじゃない方がいいよって否定するよりは、こうした方がいいんじゃないっていう声掛けにしてます。今日はタイチでちょっと辛いと思うんで酢を多めにしてさっぱりとしたナムルを目指そうかなと。美味しい？美味しいは美味しいんですけどね美味しいは美味しいんですけど、美味しいんですけど、なんだよ。ちょっと焦りがありました。なかなか何回も味見しても味が決まらない。ああいうものやる場所がダメですよね。あんな狭いところでカンカン音鳴らしながらぶつけながら、なんであんな狭いところでやってるのかなと思いましたけど。なんでですかね。茹でて、そのまんま温かいうちにやりたいっていうのがあったので、ガス台に近いところに確かやってたと思うんですけど。それ美しくないまかないにしろ所作はダメですよね。箸じゃなくてもっと大きなねゴムベラとかでそこから上げて混ぜていかないと、上撫でてるだけじゃ混ざんないんですよ。雑な調理の動きをすると多々音は出ますよね。なんか、最後これ出して最後ブンって回すと俺が取れるから。卵白いただきます。失礼します。結構ボソボソ物言ってんだなと思って疲れちゃってんでしょこれ。調味料が順番入っていくんですけど、塩が入って卵白が入ってとか、そこの調味料が手元になかった分やっぱ遅く時間が取られてしまって焦っていた部分がやっぱここにはあるので。調味料を手元に置いちゃダメなんですか？
いえダメということはないんですけど、周りをきれいにしなさいっていうのはいつもシェフからよく言われてますね。その念をね乗っけちゃダメですね。タイの団子に僕いつも言うんですけど、急いであーって間に合ねちくそーって思いながら料理盛るなよって言いますよね。ちゃんと、そういう念ってすごい大事なんで、邪念そういうのを乗っけながら調理はしない方がいいよって、心穏やかに楽しくお客様のことを思いながら作るのが料理だよと言いますね。この焦り一つ、悪い調味料の一つですね。僕はそう思います。スープなんですけど、彼の中にもこういろんな調べてきた自分の中の辞書があるとは思うんですけど、ちょっと僕の中にはなかったんですよ。濁ったスープで中華スープっていうのが味は悪くないんですけど、味噌汁ぐらい濁ってるんですよ。味噌汁、そうです。全然今からなら全然またスープ作れるんで、これはこれで一旦置いといた方がいいですか。ブイヨンを今取ってるんですけども、それの2番だしということで、基本的にはまかないで使うことが多いんですけど、例えば麻婆豆腐のだしのベースに使うっていう形で使ってたんですけど、酸味みたいなのが気になる気がする。今回はスープオンリーでちょっとそこを読み間違えたのかなと。やってみなさいよ。半分水で。例えばそれもありですね。全部いくんじゃなくて結構濃いからね。そうですよね。なんかくどいというか、ちょっと疲れちゃう。結構一杯飲んだら疲れるかな。いいいんじゃない？そうです。はい、それでわかりました。ちょっとやってみます。やっぱ自分で考えてどれぐらいの割合で薄めるのかとか、そこは自分で考えないとダメだと思う。はい。言語道断ですね。これはダメですね。僕が言ってたことがまだ理解できてないです。気配り、心配りができてないところです。もう見えちゃってますね、それ。嵐が手ついて話聞いてたじゃないですか。先輩が話してるのに、その姿勢が良くないですね。先輩がやってきて味見ていただいてる時、僕がロビションさんに味見てもらう時こうやって手ついて聞いてるかって話ですよ。上の人が指摘してくれてるんだから、やっぱちゃんとまっすぐ立って、変な話メモ取るぐらいのねあれじゃなきゃダメですよね。上の2人がもっと強く教えなきゃダメですよ。言わないと爪が甘い。だから癖になっちゃってるんですね、彼。最初来た時ね、その癖がすごい抜けなくて、もう来た時からずっと言ってます僕。それでよくやめてくものもいますけども、彼はやめずにずっと続けてるんで、それはいいと思います。大したものだと思います。私が思うのは、言っていただいてるだけ嬉しいことだと思ってます。言われなくなった時点でもう終わりなのかなと思ってますので、今言われてるうちに直していきたいと思います。夢は自分のお店を持つことはもちろんなんですけども、自分のその考えてる料理というものをベースを作るための期間かなとは思ってます。
正直もう時間もかなりギリギリだったので、やらないでください、やりますっていうよりはもうすいませんと言って手伝っていただくしかなかったですね。自分たちの仕事に対して手伝っていただくのはなかなかないし、違うのかなと思うので、どちらかといえばそのまかないもやりながら上の人たちの仕事を手伝っていくのが僕らの仕事だとも思うので、そこはやっぱ段取りが大事だったなと思います。なぜ7分前まで団子の成形する時間帯になってしまったんですか？ほんのちょっと前までは片栗粉をつけないっていうのと迷っていて、でその粉を打つか打たないかっていうので、やっぱり打った方が美味しいよねっていうことになって、その一個一個丸めてから粉をつけるっていう段取りになってしまった、そうですね、なったので、その分時間がやっぱ押されてしまった。今何個ぐらいあるんですか？1、2、3、4、5、6。こだわった結果だったんですね。そうですね、この方が美味しくなるという確信があったので、やっぱそうなったらそうしなきゃいけないなと、そうしたいという気持ちがありました。全部の香りであり味を瞬間的にまとめ上げるのが中国料理ですから、火の力でね、最後の味を決めてからあんで止めて皿に盛るまでの時間ってあるはずなんですよ。で1分内にやってるとかね、それを目指すべき。サービスさん行きます。あげちゃいます。つけちゃったんだよ。いいね、いい感じだね。6個、はい。次もうちょいですね。いい感じ。周りもきれいにしろ、丸いぞ大きいの持ってきて、きれいに整えながら仕事する。でも意識してやらないとダメだよ、はい、全部寄せろぜ、それじゃなきゃ全部を使い切るってならないじゃん、そうすると。わかる？はい、そういう仕事を見せるのがはい、あった。はい。いやそうだよなっていう、周りをこうしっかりと見て綺麗なこう作業をするっていう。シェフが来たら来たっつって整えてますよって僕はっていう、それぐらいの役者じゃないとある意味ずるい、演じないと、見られてない時に見られてるっていう意識がないと所作なんて綺麗にならないですよ。周り綺麗にしながらやらないとさ、かっこ悪い、かっこ悪い。おっしゃってる通りで、はい、ただそれを僕らがこう見れなかった部分っていうのがあって、渡辺シェフが求めてくるので、僕らもその辺をちゃんと全部細かにチェック しなかったっていう落ち度があったところですね、あれは。もう厨房の全員が聞こえてると思います。こういうのはシェフも聞こえるように言ってると思います。
卵料理って結構難しい繊細なので、そのタイミングが違うなって思ったんで1回止めたんですよ。で今2回目入れてるとこなんですけど、その一番美味しい状態でところは意識はしています。お好みで。なんかあるんですかみんなに言わなきゃわかんねえよもう。はい、シェフにだけ言ったって。はい。カニさんお好みで山椒、ホワジャオ。ありがとう。はい、ありがとうございます。いただきます。お願いします。お酒いただきます。はい、いただきます。一口目まず食べるときは絶対見てますね、シェフの。まあ表情とかでもやっぱなんとなくあれなんで、どんな表情で食べてるのかとっていうのを気にしてます。シェフはいつも一口目で美味しいとは絶対に言わないんですよ。全て食べ終えて感想をおっしゃるので、私は美味しいと思って出しているので、緊張というかは、学ぶために待っているという感じです。シェフはどう感じるか、やっぱお客様がどう感じるかはそれぞれなので、ダメな点があったのかなとかいろいろ考えながら、祈ってました。美味しいと言っていただけることを。なんかちっちゃいスプーンかなんかあった方がいいよ。あんがちょっとかけて、うん、ね、だよね。その辺はだから大事だよ。こういうあんとかソースがあるときは、つけてあげる。はい、すみません。お客様のことと一緒だからこれ。気づかないと気づかないと。はい。ありがとうございます。すごく美味しい。美味しい。美味しかった。嬉しかったです、正直に。はい。ダメな時はダメって言いますし、その家庭でも、その作る過程でもおかしい時は結構シェフも言ってくださるので。ナムルはちょっと酢入れただよこれ。入れた？はい。わかる。お酢はわかる。盛り方が良くなかった。周りになんか飛び散らかしちゃって。いや、盛りながら美しくしていけば、もっとなんかなんつうのかっこいい、かっこいい調理しないと。まかないでも、何でも。俺をヒールにしろと言ってるだろうですよね。案の定言われたじゃん。そういうことで、お客様の視線と一緒だからそれ。考える、常に考えないと動けないなっていうのは毎日思ってます。センスがどうとかっていうよりは、みんなやっぱ考えてやってるからなんだろうなとは思ってます。目指してたのが酸味の効いたやっぱさっぱりとした感じのナムルをイメージしてたので、そこがまず一言目いただいたのであればコンセプトっていうかそれ通りにいったのかなとは思ってます。細かいこと言うと、ネギのフィニッションってもうちょい大きい方がいいの実は。
もう最後のフィニッシュでバッてやって最後でねでさっと混ざったぐらいでまだシャキッとしてていいんだと思う多分。だからね薬味とかこういう最後のあれってやっぱ意味があってやることだから多分タイミング的にちょっと早いんじゃない？はい。美味しかったよ。すごく美味しかった。もうちょっとだからお店レベルの味だと思う。このお団子もすごく美味しい。ありがとうございます。これは豆腐入ってるねきっと。俺見てないんだけどさ、違う？いや、そうです。貝原雄山張りのこの。いやもう本当今回だけじゃなくていつもなんですけど、本当美味しいって言っていただけることは嬉しいですね。特にシェフからは本当に嬉しい言葉ですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうですか自分で見ていて。いやちょっとまあシェフに見られると嫌ですね。もういろんなとこ疲れるので多分1から10まで見られてしまうとまあやっぱ少しずつ言われないようになっていけたらなと思っています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや面白かったですね。彼らの動きを見ててなんか観察してるみたいな感じ。教育にかける時間っていうのは、そのまあ日本の問題かもしれませんけど、若手にかければかけるほどこっちの自分のクリエイティブがこう削られるっていう、そのまあ1日24時間しかないのに、何が大事だと中見さんは考えますか？まあ教育じゃないですか。業界なくなっちゃいますからねやらないと。僕らのフランス料理業界って記憶に残るねなんかまかないっていうのもすごく、いいかなと思いますね。今回の記憶に残る。そうですね非常に、特殊なその一日でしたけどね撮影が入ってとかみんなもやっぱいろいろ考えてのあれだと思う仕立てだと思います。